さあ、のつくん、はい。ちょっと純粋キャンピングカーそうですねに移動してきましたけれども、すごい落ち着いいやこうね、て、そうそう、家ちょっとね、ちっちゃな秘密基地みたいなさあ感じでね。隠れ家でそうそう。はいで、じゃあこれね、あそこにあった商品が、はいこの光の加減でちょっとこれ、そうそう、ありがとうございます。よし、はい。よし、こうやっておきます。はい。じゃあ改めてはい商品それぞれ教えてもらっていいですか。そうですね。んまずは、向かって左側からかな。これがタコ駅ですね。はいはいはいで、先ほどの店舗には、こちら、タコ駅の3.5号。3.5号。はい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 。これが在庫があって、事前にね、私が買ってたのが同じ 3.5 号のピンク。はい。その他に3号。 3号。はいあーこういうラインナップで、全、4種類かな。色が2種類の、号数が3号と 3.5 号の、2種類ずつになります。これ全部変な話、全部揃えてるってことは、もうプロ船長さんとしてもこれは使えると。使えます。使使えるので、さっきのダイソーさんアプリを日々暇な時に見てて、あ、この店舗の在庫あるなと思ったら買いに行ってっていうのをしてて、今こうやって揃ってきてる状態ですね。それぐらいもう本当に使えるものもこの一つ200円で買えると。買えるというので、私はこの2色セットでよく使ってます。はい。これをサルカンで接続して、重りを1個つけて、このタコエギ2本で、タコを狙ってます。で、シーズン、序盤は、タコのサイズが小さいので、この3号。3号の方。はい。で、シーズン終盤になってくるとタコが大きくなってくるので、エギも大きくという形で使い分けをしてますよというので、今からね、多分シーズンインまでまだ数ヶ月あるので、ぜひね、ダイソーさん、オンライン確認してもらって、これを揃えておくと、いいのかなと。はい。この他に普通にね、釣り屋さんにもたくさんタコの商品あるんですけど、どの商品もシーズンのもう最盛期になると品薄になるので、今から揃えておくべき商品だと思います。じゃあまさに松山沖に関してはこれは使えると。使えます。間違いなく使えます。素晴らしい。はい。で、さっき店舗でも紹介したこれが収納ケース。でこの中にブラクリですね。こういう感じで使いやすいように、確かにこう斜めになってるからちょっとね、いろいろ取り出しやすそうな、いろんな、例えばさっきのスナップなんかもこういう感じで使う分だけピックアップできるよと。はい。で、まあ私はあえてこう2つ開けておいて、その日に使ったやつをこう入れておくと、かえってどれを洗わんというかなっていうのが分かりやすくなると思いますから、そういう面でもこの両面で3つの6つあるっていうのは非常に使い勝手がいいですよと。はい。で、やっぱ足場が悪いところで、極力コンパクトに収納したいよという時にすごく役立つ。使えると。はい。そうなんですね。はい。あとはさっきのね、まさかの手芸コーナーで購入したこの逆作用ピンセット。はい。この後ね、ちょっと実際に使い方をご紹介しますんで。はい。で、最初に紹介したこれが真空、食品真空保存ですね。これを、ここの、こういうシュポシュポでね、ここから抜いてやると。これは1回買っときゃ何回でも使える、ずっと使いますしね。はい。これで、あとは乾燥剤ですね。はい。で、これは私がもう普段使ってるやつ、さっきのはちょっとこの半分サイズでしたけど、はい、これで、これとこれを使って、この後実際にその針の結び方をやっていきたいと思います。で、その前に実際これらを使ってる様子っていうのをね、サンプルとして今日持ってきてみました。はい。これが普通の保存袋に乾燥させた、これカワハギの骨とヒレですね。これなんか美味しそうですね。そうです。で、ここに入っているのがシリカゲルですね。はい。っていうと、もう乾燥したまんま保存できて、必要な時にこれをうちは炙って、ちょっと焦げ目つけて
炙ったらさらにパリパリになるんで、はい。折って、沸騰直前の日本酒あら、それ最高ですね、それね。次酒もできて、ちょっと今度ここで飲みましょうか。そうですね。ぜひぜひ。これがね、楽しみで。それめちゃくちゃ飲みたいな、それ。そうフグってこのヒレは、フグじゃない、このカワハギは、フグと一緒。フグ科の魚なんで、はい。言ったらフグのヒレ酒と同じようなイメージになって、だいたいこれ1枚で、次酒入れて3倍ぐらいは十分飲めちゃって、はい、飲みすぎちゃいます。この時に横に、カワハギの肝醤油で刺身があったら最高なんですけど、はい、まあこういうのね、保存が効くものは、よく釣れる時にいっぱい釣ってて、3日間ぐらいこれ干したらこういう感じで。これはさばいて3日間ぐらいは本当にまさに外で干し網に入れて、で毎日1回裏表だけこう干してたやつをこうひっくり返すと。これ塩かなんかは別に特に何もしてないです。まさにもうさばいてそのまま干すと。干す。はい。なのでまあうちは立地的にその浜辺で風もよく通ってっていうとこなんで、まあそれで OK だけど、風が通らないとか湿気が多いとことかはちょっとずっと外だとしんどいかもしれないんで、まあ中でエアコン効いてるとこでしたりとかっていうのもありだと思うんですけど、まあこういう感じで。やっぱ魚釣りって釣れるシーズン釣れるタイミングって固まっちゃうから、はい、じゃあいかにシーズンオフにも美味しく食べるかというところでこういうの、はい、その時にこのダイソーさんでの、乾燥剤っていうのは結構重宝しますよと、はい、あとこの、フリーザーパックですね、これも、はい、これは真空にもできないことはないんだけど、こういう乾物は硬くなってるんで、この真空パックで圧力かけちゃうと穴が開きます。はい、これね。なのでもうあえて普通のフリーザーパックに入れてこれ乾燥剤、はい。でうちはもうこれ多分1年半とか2年近くの前のやつです。でも全然傷んでないですし、この状態で冷凍庫に入れてます。はい。全然綺麗なまんま。はい。これがこの乾燥剤。で、あとこっちの真空袋ではこういう感じ。これタコ。でさっき言ってたここに窓があるよってこと。これ去年の9月に釣ったやつよと。で、こう見てもらったら分かるように空気入ってないでしょ。この状態で、保存しておくと全然傷まない。タコは多分ね2年ぐらい問題ないですね。実際僕の経験上。そうなんですね。2年経っても全然持ちます。でこれカチカチなんで、これを食べる前日にゆっくり解凍してやると、もう冷蔵庫に入れとく。冷蔵庫に入れとってもいいし、時間がある時はもう冷蔵庫。で急ぐ時は流水解凍。はい。で、これ釣った時にそのまま入れてるんで、ぬめりも、そのまま。はい。なんだけど、解凍することによってぬめりが簡単に落ちます。はい。で、まあ、釣れたてとは違うんで、生では食べないですけど、全然、ボイルして、とか、煮付けにしたりとか、天ぷらにしたりとか、十分食べれますんで、はい。こんな感じが実際の保存袋。で、あと、イカも、イカはこういう感じで、これは去年の12月に釣ったやつで、これモンゴウイカですね、この大きさはね。これ1キロ以上多分あったサイズ的にはこんな感じで、これも真空にしてるんで、イカも全然ね2年ぐらいはいけちゃいますんで。感じには美味しそうなものがそうね、酒飲みにはたまらんみたいなのがいっぱいありますね、これね。こういうのってやっぱり釣れる時期が固まってるから、やっぱりいかにその時に数釣って置いとくかで、美味しく保存どうやってするか、それが大事ですね。はい。よし。そしたら実際にこれを使ってのというところで、もう結び、本締めまで終わったら